この動画はストーリーの途中です。最初から見たい場合は概要欄またはチャンネルページの再生リストからご視聴ください。なお、外国語に対応した字幕をつけておりますが、自動翻訳ですので、精度が低いことをご理解ください。それでは、本編をお楽しみください。そこに居座られるとうざいんだけど。いきなりその言葉を使わないでくれ。竹谷からトーマの2年間を聞いた翌日。放課後、さっさと第二音楽室にしけ込もうとしたトーマが扉を開けたとき。自分とこの練習はもう一月もないって騒いでたくせに。処分が決まるまではあっちの音楽室使うの自粛しとこうと思って。そこにはどこかのしつこい元クラス委員長がすでに聴衆としての気構え万端で、待ち構えていたという。そんなのんきに構えてて本気で間に合うと思ってるわけ？大丈夫。近日中にすごい仲間が加わることになってる。それはおめでとう。そっか、トーマも喜んでくれるか。なら話は早。私がそのすごい仲間だったら、そんな冗談みたいな泥船には太平洋のど真ん中でも乗ったりしないけど。口数多くなったな、トーマ。言うねー今年の春先に比べると黙れ、消えろ、触るな以外の語彙がなんと増えたことか。こっちが黙ってると延々喋り続ける場の空気を全然読まないバカが現れてからね。ここで聞いてていい？邪魔だからいなくなれ。と、こっちがいくら言ったってどうせ出ていく気なんかないくせに。ちょっとあれだな。今分かった今のニュアンス分かった？邪魔だからいなくなれ。別にその邪魔だと思ってないんだよね。言葉通りのあれじゃなくて。ちょっと別に、まんざらでもねえなっていう感じが、ちゃんとしとるんだよな。拒絶とかそういう話ではなく、言葉だけではない、その感情の部分で言えば、まあ、みたいな。別に実は悪くはないよみたいな感じなんだよな。いいな、このニュアンス。フルボイスっていいな。よく俺のこと知ってるな。さすがは友達。今となっては、黙れ、消えろ、触るなの後に、こうしてきっちりフォローを入れてくるのが、何度もあれを食らった身としては嬉しいの一言で。そろそろフォローを入れる必要のない会話にしてくれてもいいんじゃないかと思わないでもないけど。俺の視線を意識しているのかしていないのか。どっちにしても、トーマの指使いにはため息をつくしかなかった。そもそもどう動いているのか、俺の目では追い切れない。ありえない速さで鍵盤を往復したかと思うと、その華奢な手からは考えられないほど広い範囲を親指から小指までで拾い上げたりと。素人耳では音が飛んでいるところが見つからない。あまり聞く機会はないけれど、プロと区別がつかない。まあ、だからこそ素人なんだけど。そろそろトーマには俺の存在が感じられなくなっているかもしれない。だって、普段誰にも見せたことのない表情をしている。俺たちが出会って1ヶ月後に得た、シカトの権利を、気づかないうちに行使している。トーマ。おい。だから起きろっての。おはよう。今日は珍しく始業前に来てるな。そんなあからさまにため息つかなくても。おはようトーマ。もうすぐ予鈴が鳴るからそろそろ起きててくれ。
で、寝起きで悪いんだけど、進路希望調査、今日の昼が提出期限なんだよ。俺、先生から回収頼まれててさ。で、多分用紙は捨てたと判断して、これ、新しいの。名前とか、俺のわかる範囲のところは書いておいたから。書いてるところも覗かないし、封筒に入れてから持っていくし、内容は絶対見ない。だから、まあ、昼休みまでに記入よろしく。だから丸めるな。ちゃんと書け。こんなの興味ない。進学でも就職でも未定でも何でもいいから、まず自分が今どう考えてるか、それとも何も考えてないか、それだけは書いてくれってさ。だいたい私に構ってる暇があったら、ちゃんと他の連中の分を集めたら。昨日までに全部集めた。あとはトーマの提出待ち。昨日、確か3人くらい休んでたんじゃ。ちゃんと事前に電話して回収に行った。みんな熱があってもしっかり書いてくれたぞ。バカ？ひどいこと言うな。うちのクラスの連中はみんなしっかりしてるんだよ。誰の話だと？だいたいうちなんか付属なんだから、とりあえず上に進学って書いておけばいいんだよ。何も書かないよりよっぽど放っておいてくれるぞ。行かないし、絶対。嘘はつきたくないのか？意外と誠実なやつだな。見直した。勝手に結論付けて勝手に評価上げるの、うっとうしい。見直されたくなかったら、周囲と同化して埋没した方がよっぽど効果的だぞ。何それ？ほら、不良が猫に餌やってたとかいう落差による高評価がなくなるから、みんな普通に評価してくれるだろ？私は誰にも評価されるつもりはない。授業中に書くのはおすすめしない。できれば予令が鳴る前に書いてほしいんだけど。あんたね。まあ、下手したら一生ものの選択だし、もう少し悩んでくれてもいい。それじゃあ頼むな。お、感心感心。北原、書き方わかんないところあるか？あんたの言うこと聞いてやるんだから、一つくらい私の言うことを聞け。ああ、もちろん。何か困ってることとかあったらいつでも相談に。今後、私があんたのことをシカとしても気にするな。ものすごく鬱陶しくて嫌な思いをしてるだけだから。そうか。ほら、かけた。持ってけ。あっと、投げるなよ。ちゃんと裏返して。別に見られたって構わない。あんたの言う通り、上に進学って書いただけだから。進学するのか？さあ。そうか。これで用は済んだ。それじゃあ私、寝るから。ああ、ごめん。最後に一つだけ。何？わかったよ。今後、トーマが俺のことシカとしても気にしないから。おう。だからトーマも、俺がしつこく話しかけても気にするな。は？おはようトーマ。今日もいい天気だな、おい。ちょっと待て北原。それは約束が。お前の言うこと聞いてやるんだから、一つくらい俺の言うこと聞いてくれてもいいよな。全然一つじゃない。なんて厚かましいんだお前は。トーマ、今さら何言ってんだよ。結構ここの会話も聞いてくるんだよな、後々。その日以来。トーマは俺がおはようとかさよならを言うのをありがたくも許してくれるようになった。もちろん返事なんか返してくれないけど。
だからさ、今の俺には全部わかってるんだ。2年間、トーマがどんな思いで過ごしてきたかってこと。親が有名だからとか、先生にひいきされてるからとか、そんな理由で仲間外れにされたって納得できるわけなんかないよな。だけどさ、厳しいこと言ってるかもしれないけど、それでもトーマはみんなに歩み寄るべきだったと思うんだよ。なんて言うんだろう。気持ちは伝わるってのはさ、別にいい意味だけじゃないんだよ。嫌いだとかダメだとか、そういうネガティブな気持ちもやっぱり伝わるんだ。最初のうちは笑うのも嫌かもしれない。けど、無理やりでも笑ってたら、その笑顔が相手に伝わる。で、相手が笑顔だったら自分も楽しくなる。そんな生き方の方が今よりよっぽど楽しいと思うけどな。いや、まあ俺らの年でこんな悟ったようなこと言ってもしょうがないとは思うんだけど。ああ、それで前置きが長くなったんだけど、要するに俺の言いたいことは。出ていけ。ん？出ていけ。トーマ？出ていけ。もう二度とここに来るな。いや、けどまだ本題に。出てけ。お、ちゃんと蹴りのアクションもあるんだ。へえ。ちゃんとパンツ見えるし。その後、俺が扉の外からどれだけ呼びかけても、トーマが再び第二音楽室の鍵を開けることはなかった。なぜだ？何がトーマの逆鱗に触れてしまったんだ？俺は全くいつも通りにしてたはずなのに。いや、いいね。いいね。まあ、これが多分パート5くらいになるのかな？うん。多分動画的に言えばね。パート5くらいになると思うけど、前回のホワイトアルバムの1の方ですね。そちらを、見ていただいた、もしくは実際に自分がプレイしていただいた方はわかると思うんですけど、このホワイトアルバム、2の、主人公、北原春樹くんはですね、1の主人公、藤井東也くんは、世間にも彼女にも、一切関せず、ね、我関せず、世間知らずがゆえに、わがままな子供っぽい仕草っていうのを、貫いた主人公だったんですよ。うん。ね。周りに干渉、なるべく干渉しないっていう。うん。よそはよそ、うちはうち。っていうのはまた違うんだけど、うん。そういう感じでね、全く干渉しなかった。そして、そのせいで事態が、ぐちゃぐちゃになってった主人公なんだけど、今回、ホワイトアルバム2に関しては、もう、目も当てられないくらいのおせっかいでございます。とにかく人に干渉しよう。うん。相手の気持ちもわからず、自分がこうだからきっと相手もこうなんだ。きっとそうに決まっているよ。そういうね、おせっかいを通り越したもう厚かましさっていうのが、北原春樹くんです。はい。ね。前回ホワイトアルバム1をずっとやり続けた私は言いました。お前そんなに関わらんからこんな事態になっとるんやぞと。じゃあ関わったらね、どんどんズケズケ相手のテリトリーにパーソナルゾーンに入っていけばいいのかと言われたらそういうわけでもないんですよ。人間押し引きのバランスだねってのがすごいわかりますね。はい。そしてこれはホワイトアルバムですから、今現在全ては語りませんけど、ホワイトアルバムなんですよね。いやー、楽しいね。だからこそ俺は1を先にやったわけですよ。うん。ね、世界観もリンクしとるし、確か、1が1990年代の中後半、2が確か2007年とかだったっけな。時系列的には2000年代の後半ですね。確かパート1とかでまた別の、2000年代前半みたいな話しとったけど、あれ間違ってましたね。2007年とか、2010年くらいになるのかな。うん。そのくらいの時系列になりますんで、割と最近目ではあるので、そっからね、世界はリンクしとるわけなんですけど、じゃあ、このおせっかい主人公、北原春樹くんが一体何をしでかすのかと。
はい。交互期待ということで、続き行ってみましょう。そういうわけで、ごめん。俺、小木曽に少しだけ嘘ついてた。ふーん。小木曽は俺の話に興味がないような感じで、変装のためのメガネを、空に透かしたりしている。あの時のピアノなんだけどさ、実は同好会のメンバーじゃなかったんだよな。たまたま隣にいて、お遊びで合わせてくれてただけで。それにしては息ぴったりだったよね。時々屋上で聞いてたけど、いつも楽しそうでさ。それは向こうがうまく合わせてくれてただけで、俺がどんなに適当に弾いてもそこそこ形になるっていうか。ふーん。小木曽はやっぱり興味なさそうに変装のための三つ編みをちょこまかといじっている。怒ってる？何を？だからキーボードがいるみたいに嘘ついてたこと。本当は小木曽以外にはギターしかいないのに。それは勝手に私が勘違いしてただけだもん。北原くんに謝ってもらう理由なんかないよ。そうなの？何か気になることでも？いや、ならいいんだけど。いいんならいいんじゃない？ああ。その割にはこの妙な圧迫感は何だろう。小木曽の怒ったところって今までの短い付き合いの間で一度も見たことなかったけど、もしそんな事態になったとしたら、それってきっとこういう状態なんだろうなって、今の小木曽を見ているとそう思えるのは気のせいか？それと、悪かったな、バイトのこと。北原くん、さっきから謝ってばっかり。けど、これは謝って叱るべきだし、実際、俺が強引に誘ったから。実は今日は小木曽のバイトの最終日。仕方ないとか全然思ってないから。そう？学園祭まではこっちに集中するからってことで、学生バイトらしく結構あっさり辞めてしまった。そこまでなんだ。確かにバイトも楽しかったよ。いろんな人とも知り合えたし、いろんな体験できたし、何よりお小遣いもたくさん手に入ったしね。それでも俺が出待ちしている間、小木曽は店長やパートのおばさんたちに何度も捕まり、惜しがられたり選別をもらったり話し込まれたりしていた。バイト先でも彼女のいつもの人柄はやっぱり好意的に受け入れられていたらしい。でもこれからの一月は今までと全然違う楽しさが味わえそうだから後悔してないよ。楽しみにしてるからね、北原くん。そうだな。頑張らないと。いつの間にか小木曽の表情がさっきまでとは違う本当の笑顔に変わってる。なんというか、演奏用のメガネ越しでも十分に相手をヘニャヘニャにさせることのできるタッチの悪い罠みたいな表情に。けど早いとこ練習を再開しないとな。今の俺には怖く的でいいのかな、怖く的な笑顔に心から骨抜きにされる余裕がなくて。トーマさんだっけ？キーボード候補のあの人。ついさっき強烈に断られたけどな。っていうか、誘うところまで話を持っていけなかった。どうしても彼女に入ってもらいたいんだ。
他の人を探すわけにはいかないんだ。もう一月切ってるから、今からじゃ少しでも後戻りする選択肢はもう選べない。それはそうかもしれないけど。それに小木曽だってトーマがいいだろ。あのピアノがあったから歌う気になったんだろ。それは確かに最初はそうだったけど。あの2度目の出会いの屋上。俺のギターだけじゃ小木曽は自分の声を歌に乗せることはなかった。あの時はまさかここまで特殊な条件付きだとは想像してなかったというか。俺のギターはともかく、トーマのピアノとおいその、歌声が合わさった時、あの日の奇跡のセッションがやっと完成するんだから。悪い、聞いてなかった。なんだって？なんでもない。ほんとなんでもないから。あ、そう？なんだか、愚痴っぽい声が聞こえたような。でもだったらどうする？トーマさん難しそうなんでしょ？だな。2、3日のうちに承諾してもらわないといくらなんでももう間に合わないし。今週を逃すともう来週は11月。学園祭当日まであと3週間にまで迫ってしまう。すでにもう即席ユニットの領域に入っているのに、これ以上練習再開が伸びたら間に合わせユニットの範囲にまで行ってしまう。まずは彼女に話を聞いてもらわないと。何かいい方法でもある？それは。あるの？ある。実は一つだけ心当たりが。トーマはまだ軽音楽同好会に加入することを断ったり、誘われたことを怒ったりなんかしていない。何しろそこまで交渉を進めてすらいない。あいつが怒ってるのは原因がさっぱりわからないというのは置いておくとしても、純粋に俺の態度に対してのものだった。つまりそれは俺以外の人間ならまだ十分に交渉の余地はあるということで。北原くん？けれど交渉相手は限られて、第一の条件は軽音楽同好会関係者であること。第二の条件はトーマと穏便に話ができること。第一の条件に合致するのは今のところ3人。その中から第2の条件に合致するのは。あのさ、小木曽、実は頼みたいことがあるんだけど。何？俺はもちろん現段階では合致しない。竹谷ももしトーマが初対面の時のことを覚えていたら、いや、それ以前にあいつら2人は根本的に合わなさそうだし。つまりいろいろと御託を並べたところでありていに言ってしまえば頼む相手は決まりきっていて、女同士だし話も通じやすいだろうし、何よりひねくれまくったトーマに対抗できるのは彼女とは真逆のまっすぐに心を伸ばしてきた。もう一度俺が交渉してくる。ほほー、肝心なところで一歩出せんのよねお前。すごいよな。なんか人のパーソナルゾーンにズカズカ入ってくるくせに、自分のそのパーソナルゾーンには入れたくないっていう、人を。なかなかクレイジーだよなこいつ。なんか他人にされて嫌なことを自分がやっちゃうみたいな。自分がされて嫌なことを他人にやっちゃうみたいなことか。逆やな、そういうことか。できるの？なんて都合の良すぎることを、言ってくれたばかりの小木曽に、入ってくれたばかりの小木曽に、頼めるわけなんかない。いくら俺だってそこまで身勝手な理屈をこねられるほど人としての恥を知らないわけじゃない。ということは？でさ、ほんの少しだけ小木曽を利用させてもらいたいんだけど。なるほど。自分で交渉はするけど、やっぱそこは自分も関わりたいんだな。どういうこと？けれど比較的身勝手な理屈をこねるくらいにはちょっとだけ恥知らずだったりする。ちょっと。
頼む。今トーマを説得するためには小木曽のことを分かってもらうしかないんだ。だからっていきなり一度しか会ったことのない人の話なんかしたって、向こうもだから何ってなっちゃうだけだって。これから一緒にやっていく仲間なんだから、お互いのことを知っておくべきなのは当然だろ。それとこれとは話が違うよ。全然違うよ。もはやトーマの2年間に対抗できるネタとしては小木曽の2年間しか残ってない。方向性としては対極かもしれないけど、2人の我慢や挫折や頑張りに関してはきっとお互いに感じるものがあるはずだ。だいたいあれは私と北原くんの2人だけの。それに関しては誠に申し訳ないと思ってる。一瞬燃え上がりそうになった顔を隠す意味でも思いっきり頭を下げて小木曽に懇願する。でもトーマって本当はいいやつなんだよ。絶対に他人にバラしたりしないから。そう、トーマはいいやつだ。だから今の俺みたいな最低な真似はしないだろそこまでしてでもトーマさんが必要なの？必須。どうしてかな。だからそれは小木曽だって。北原くんの個人的見解が聞きたいんだけどな。これから一緒にやっていく仲間なんだから、お互いのこと知っておくべきなのは当然だよね。そうきたか。それともそれってトーマさんと北原くんの2人だけの。俺のギターを初めて真面目に聴いてくれたやつだから。お互い顔も合わせずに一緒に演奏してくれたこと？いや、もうちょっと前、夏休みの時。北原？おっと。何やってんの？夏休みに帰宅部が。見てわかんないか？下手くそだってのはとてもわかるけど。トーマも帰宅部だったよな。なんで夏休みにわざわざ学校来てんだよ。確信をつかれた瞬間に切れるなんて。なんて小物。今年から始めたばかりなんだよ。ちょっとくらい下手でも仕方ないだろ。だって、これコードを抑えてるだけでしょ？それでミスする理由が理解できない。やったことないやつはみんなそう言うんだよ。トーマさ、そうやって人が一生懸命努力してるのを鼻で笑う傾向があるけどさ、そういうの改めた方がいい。努力ね。人間なんだかんだ言って汗かいてるやつが一番偉いと思うんだ。いや、体使うのも頭使うのも同じことだけど。で、今日はどうしたんだ？補習とかだったら後で少しは見てやっても。貸して。え？それ貸してみて。いや、けどほんのちょっとだけ。トーマ？できちゃうんだよね。ありがとう。受け取らないの？北原？あんた、泣いて。ごめん。俺をこれ以上惨めな気持ちにさせないでくれ。痛かった？えぐられた。俺の才能のなさに絶望した。才能じゃない。練習。あんたの言う通り、
流した汗の量。え？短い期間でも本気で練習すれば、これくらいできる。あんた偉そうなこと言ってるけど、努力不足。そんな、これでも毎日2時間は。こういうのって普通、1日10時間練習するもの。いや、それプロになれるから。別にならなくてもいい。すげえな、しかし。トーマ、お前ギターやってるのか？やってない。ちょっと前に数日かじってみただけ。今自分が言ったいいことを全否定するなよ。さあ、もう一度初めからやってみる。ちょっとしたコツくらいなら教えられるから。いいのか？どうせ暇だし。なんで夏休みにわざわざ学校？早く弾け。ああ。最初はゆっくりでいいから。早く弾けと言ったり、ゆっくりでいいと言ったり。その程度のニュアンスの違い、成績優秀な委員長様なら正しく理解できるんじゃない？当然だろ。ならゆっくりと。チェ。うん。そういや、今度は何？トーマから俺に話しかけたの、ひょっとして初めてじゃないか？気のせいでしょ。ありがとな。下手くそ。結局あいつとあんなに話したのって今までであの日一日っきりなんだけどな。この顔。いいね、この顔。この顔いいよね。なんでこんな顔すると思う？他人との、ね、出会った頃というかさ、まあ他の女との過去の話というかさ、をされてさ、別に最近友達になったばっかの女の子が、こんな顔、いいな、味わい深えな。ほんと性格は悪いんだ、あいつ。ものすごいスパルタでさ、その後も言うことがひどいの。でも逆らえなかった。というより逆らう気になれなかった。何しろ俺よりはるかにうまかったし。それに一日だけだったけど、口悪かったけど、それでも丁寧に教えてくれたし。そうだよ、なんで今まで気がつかなかったんだ。あいつ大して練習しなくても弾けるやつなのに。第音楽室の、俺、主でいいのかな？主でいいのかな？どっちでもいいか。が、ベースもドラムもサックスも何でも人並み以上に弾ける意味を考えるべきだった。いつも音楽に深く触れている人間。1日10時間なんて言葉がさらりと出てくる人間。音楽家を除けば、俺が知っているそんなやつなんて一人しかいなかったじゃないか。そっか。そういうことか。何か気づいた？何、小木曽。北原くんって女の子と一緒にいるとき、いつもそんな風に他の女の子の話をするのかなって。言うね。そっちが聞いてきたんだよな。なんか前後の行動が繋がってない気がしたけど、小木曽の発言内容はそれどころじゃなかった。いつもこんななの？なぜか流してくれなかった。小木曽の望むまま、望み通りの話をしたはずなのに。いや、普段はあまり女子とこういう話はしないし、話すとしても意をくらいで。なのにどうしてこんなに冷たい汗と緊張感と意味もわからない罪悪感が背中を這い上がるんだろう。なんかおかしかったか？俺の話。小木曽？別におかしくないね。だったらためないでくれよ。
秋の夕暮れの冷たい風の中、全身から吹き出した汗が一気に冷えて風邪をひきそうだ。行こうか、北原くん。ずいぶんと遅くなっちゃったし。ああ。全く慣れないことをするもんじゃ。全く慣れないことはするもんじゃ。そうだ。今度は何？本当に慣れないことはするもんじゃない。あのさ、さっきは慌てて断っちゃったけど。あ、けれど、そんな後悔にまみれた俺に届いたのは、小木曽の見事に流れを変える一言だった。私のこと、トーマさんに話してみてもいいよ。本当か？うん。彼女がそれで前向きになってくれるなら。どういう風の吹き回し？いや、ようやく俺の思惑を理解してくれたんだろそうか。ありがとう、ギソ。恩に着る。その代わり、絶対にトーマさんを私の前に連れてくること。私、早くあの人と友達になりたいな。ああ、約束する。引きずってても連れてくるから。うん。頑張ってね、北原くん。う。よかった。ほんとよかった。今度こそ。なに